総集編前編。あのさ、何？私日々考えてることがあるんだけど、日々考えてること？何？月見ちゃんに聞こうと思っててさ、何教えて、団子ちゃん。アルファベットってあるじゃん。知ってる？アルファベット知ってるよ。知ってるか。バカにしないで。ごめん。アルファベットって27個だっけ？全部で。あるよね。ちょっとわかんないけど、それぐらいかな。27個ぐらいあると思うよ。まあそれ前後ぐらいだと思うけど、一番、かっこいいアルファベット何かなって日々考えてんの、私。日々？それを日々考えてんの？そう。投稿時とかに考えてんの。かっこいいアルファベット何か何かななーって。で、答えが出るか出ないかぐらいでいつもついちゃうんだけど、一番かっこいいアルファベットでいいの？私ちょっと決まってるけど。そんな人に初めて会ったんだけど、決まってる人。珍しいって C って C。X じゃない？私もそう、ちょっと思ってんのよ、X。でも、絶対 X じゃない？浅いわね。なんで？これに浅いとかあんの？X、最初まずは触りは X になるのよ、私も。X なんじゃないかなって思うけど、それで決まりでいいじゃない。そう、でも考えれば最初、初心者が行き着くとこなのね。上級者とかあるのこれに。アルファベットの曲線がないやつを比較的選びやすいのよ。かっこいいとかなると。でも、考えてると、あれ忘れてない？謎にかっこいいやつあるんだけど。何よ。 Q。 Q かっこよこれね。これね。だっていたんじゃない？あれ。他のさ、アルファベットとかはさ、なんか全部繋がったりとかしてんのにさ、あれだけさ、なんか真ん中からさ、ちょろっと出てんのよ。確かにこの動きはちょっと、この動きは、だからこれね。唯一無二という意味では、Q も入ってくんじゃないかなと思うね。かっこいいっていう Q かっこいいよ。カテゴリーになっちゃうとやっぱり。グリーンとか、Q。X はだってなんかちょっと、まあなんかベタというか、好きな果物何って言われた時に、梨って言ってるみたいな、なんかちょっと、まあわかるけど、みたいな。全然わかんないけど。梨っていうのはわかるんだけど、そりゃ美味しいんだけど。これ、G はどう？それもね、わかるのよ。G もなんかでもダイナミックな感じいいよね。わかる。かっこいい。でもそうなってくると、A もいいのよ、やっぱり。なんか A は外したくなるけど、やっぱり A もかっこいいのよ、結局。だから、この話をしてって最後に思うのは、じゃあ、絶対に、これは1位じゃないってやつは何？一番、こいつは絶対かっこいいのやつの1位じゃないってやつ。私、それ決まってんの。C？ 違うの。何？一番なんかこう、中途半端なやつあんの。何？ R。R ダサくない？ちょっとかっこいい側に入れようかと思っちゃったんだけど。R ダサいじゃん。なんかこうさ、すごい R って建物があったとしたら、めちゃくちゃ不安にならない？これってちょっと確認なんだけど、形よね。だから、R みたいな建物あったら不安じゃない？バタンってなりそうじゃん。C の建物も不安だけども。C をこの際置いといて。だから、私は R はないわ。あげる、R は。いや、いらないですけど。あなたはあげるわ。何もいらないですけど。もういいや。帰るね。帰んの？今日は帰る。私もうちょっと考えてくる。じゃあね。バイバイ。バイバイ。翌日。ねえ。何？ちょっとさ、今日は決めたいことがあるんだけど。大事なこと？大事。めちゃくちゃ大事。何その言い方？好きなの、この言い方。言えないけど、誰の言い方か言えないけど。めちゃくちゃ好きな言い方なの。めちゃくちゃ大事。それが言いたかったの？違う。今日決めたいんだけど、もう二人で決めちゃおうかなと思って。何？ひらがなあるじゃん。ひらがな？ひらがな。いっぱいあるじゃん、ひらがな。の中で、一番可愛いひらがな決めようかなと思って。それが大事なの？大事。今日は帰れない。帰りたいんだけど。ダメ。じゃあ、たどり着こう。一番可愛いひらがなに。そしたら帰れる。可愛いひらがな？ちょっと待って。全然わかんない。だから、私はちょっと候補あるんだけど、
やっぱりくるんってなってるやつなんじゃないかなって思うのね。絵とか。まあ絵も可愛いね。あとねとか。ね。ねってさ、その和とレとねって三兄弟みたいな感じじゃん。いや、わかんないけど。和とレとねって違うのよ。似てるじゃん。歩んできた道が違いすぎるのよ。もうわかんない。和とレとねって似てるもん。似たような感じでしょ。だって左半分だけで見たら確認できなくない？わかる。そうね。みんな一緒よね。で最後シュンってなってんのか、うん。うわーんってなってんのか、うん。くるりんってなってんのかじゃん。ただくるりんが一番可愛くない？まあ、くるりんは可愛いかもしれそう、ない。ねは結構上位、うん。私の中では。あとは、へとかもいいよね。へね。へね。うん。へも書き方だけどね。うん。それをね、考えてて、うん。まあ、もちろん見た目が可愛いってのもあるんだけど、行った時の、その、発生した時のうん。可愛さも加味して、一番可愛いのを決めようかなと思ったのよ。でも決まってんじゃないの？自分の中で。また、私に聞く必要あるそれ。その、何？女の人が相談したらもう決まってるから背中押してほしいみたいなことだと思ってるの？これでそれ思わなかったけど、そういうことなの？でもそうなんじゃないの？決まってんじゃないの？決まってます。最初から決めてました。じゃあもう言ってよ、それも帰りたいんだから私。ね？どう今？可愛かったでしょ？言い方も込み？言い方も込み。ね。ほら。ね。他に、異論があるなら、それに勝てるひらがながあるなら言っていいわよ。ちょっと、うんあなたがどこまで採用してるかわからないけど、私がパッと浮かんだの言っていい？いいよ。ぽ。丸つけんのなしよ。なんでよなんでよそれはなしよ。じゃあ丸が可愛いじゃないまず。それはずるい、いたんよ。いたんって何？もう帰る。え？そういうズルしてくる人とは喋れない。じゃあね。なんで怒ってんのよ。じゃあね、バイバイ。翌日、さ、え？月見ちゃんさ、うん。友達多い？まあ普通かな。そんなに多くもなく少なくもなく。私多いんだけど。何のマウント？いきなり。だけど、微妙な友達がいるのね。なんていうか、微妙な友達？その、敬語で話してんだけど、ん。タメ口で話すぐらいの距離にしたいなとは思ってるんだけど、なかなかできないみたいな。うまく、いきなりタメ口で言っちゃうタイプ？いや、敬語よ。敬語だよね。絶対敬語よ。どのタイミングで変えてんの？まあ自然と変わってるように見せるけど、やっぱり決定的なことはするわよね。何それ？教えてよ。肯定するの。とにかく。どういうこと？肯定するときに、うん例えば何か言ったことに肯定、共感するときにタメ口を使ってくのよ。じゃあ例えば、私だったら、2の4乗って、16だよね。その話やめてくんない？もっと肯定あの人かっこいいよねとかあるじゃない。そういう話。わかった。じゃあ聞きますよ。まだ関係性ができてない2人ね。芸能人誰か好きな人います？いる。いや、いきなり使ってんじゃない？あなたは使うの？あなたは使う。わかりました。わかりました。いますあ、います？います。誰好きなんですか？男でいいですか？あ、男性で。男性でいいですか？船越英一郎。めっちゃわかる。私も好き。マジ？下手でしょ。下手でしょ。マジ？今いけるかなと思ったんいや、でも今の感じじゃない？やっぱりそういうこと。テンション上がっちゃった時とか。共感だ。違う？いや、すごいいいと思った。初めてって何よ。一言多いのよいつも。いい？これ帰って私。じゃあな。
バイバイ。翌週。ねえ。実はさ、私さ、モテないんだけど、すごい。なんでモテないのかなと思って。なんかわかんないけど、なんか、自分では結構、モテるタイプかなと思ってたんだけど、モテないのよ。私もそう思うわ。ひどっ。ねえ。そういう風にさ、人をさ、中傷するばかりじゃなくてさ、みんなで改善していく道を切り開かない？具体的に？例えばモテる女性ってどういう態度するとか、そういうのない？なるほど。団子ちゃんがモテるためにこれからしていくべきこと。そう。雰囲気とかでもいいし、まあよく言うのは、やっぱり笑顔が、まあよく笑う子？とにかくよく笑う。でも、本当に面白くないと笑いたくないんだよね。だからそういうとこなのよ。えモテなさそうなところは。あんまり面白いこと言う人いないし。軽くていいのよ。そのツボは。あとは、なんかボディタッチ。ほい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 。なんかもうすぐこう触っちゃうみたいな。ほい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 。ちょっと気持ち悪いわ、触り方が。触らないんだもん、あんまり、普段。あとなんだろう。私が思うのは、なんか、男性の人におごってもらった時に、どうしてる？おごってもらった時まずは、うんお財布をね、出すの。出す。で、でも、おごってくれるなって思うから、まず財布を抱きしめるの。抱きしめて。大丈夫。ここ大丈夫よ。マジ。何その言い方。何の言い方なの？マジで何よって。マジでおごってもらえるんだって今なんかびっくり感を出したのよ。今のじゃないの？いや、私は、あれ可愛くない？やっていくよ。じゃあここ、今日私が出します。ほんといいんですか？大丈夫です。私も出しますよ、ちょっと。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。いくらですか？7280円。280円あります。280円？ 280円あります。いや、スタップ細胞みたいに言わないでよ。いやいや、それ正解のツッコミとかそういうことじゃなくて、違うの？なんか小銭をとにかく出す。いるよね。そうね。そう。数ね。あれ可愛くない？まあ、確かに、ただ、もし私がよ、男の立場だとしたら、この280円で払った気になるなよって。だから怒るって言ってるじゃない、男性は。もういいね、それもないじゃない。ならもうゼロの方がいい。なんか払った感出されるの。プライドよ。そういうとこがだからモテないのよ。もう料理とかがすごい上手なやっぱ女の子がそういうことね。家庭的だね。確かに。もうそれでいいじゃない。ね、まあ料理をやればいいのね。料理。ただな、その絶対に自分で言うのもなんだけど、美味しくないのよ、私の料理。なんで？料理下手だから。いや、簡単に作れるのよ、料理。いや、無理なのよ。私、しょっぱいのが好きなのよ。比較的。もう味が、そう。人、万人受けしない味なのね。でもそれを、じゃあどっちにするのっていう、私が美味しいと思う味付けにするのか、男の人が美味しいって思う味付けにするのかっていうところで悩むのよ。だからもう、なんか、ラグビー部の人とかと、付き合ったらいいんじゃない？すごいラグビー部の人に怒られるわよ。なんか、ラグビー部、汗をかくような。ほら。今、じゃあラグビー部の人すごい下に見てる。ラグビー部の人下に見てないわ。塩でも食べとけみたいな。運動してる人っていう意味？そう。いや、なんでそんな目で見んの？やめてよ。ラグビー業界のことを下に見てるなと思って。そんなことないわよ。わかった。じゃあ、料理を。料理磨いてみて。わかった。はい。じゃあね。翌日。どうしたの、つけちゃん。どうしたの？もう春だなと思って。とっくに春よ。
でも寒かったじゃん。でも春って比較的みんな勘違いしてるだけで寒いのよ。寒い？そう。これ人間ってみんなおかしいから1年前のことすぐ忘れちゃうの。毎年寒いのよ。寒いの？寒いの。春か。どうしたの？なんかおセンチになってるじゃん。なんかね、なんかこういう時って音楽流れない？季節ごとに。ここ神社よ。いや、自分の中でよ。あ、そう。ジョークよ、ジョーク。やめてよ。自分の中での音楽、それどういうこと？この季節を感じてってこと？そう。例例えば春の歌みたいなさ。それ私ね、すごい思うことあるんだけど言っていい？春の歌だと思ってる歌って、結構春の歌じゃないのよ。春の歌は春の歌よ。これね、あなた騙されてるわよ。なんで？例えば夏の歌って、夏のことを結構歌ってるのが多いのよ。そうね。冬の歌は冬のことを歌ってるのが多いんだけど、春に関しては、例えばね、春よ恋とかあるじゃない？あれ春の歌じゃないよ。春が来る冬に春を求めてる歌よ。春よ恋。春が来てほしいって歌なの。だから冬の歌なのよ。そうだ、わかる？こういうのが多いの。春って来ちゃったら、あんまり求められてないの。来るのを待ち望まれる季節なのよ。いや、でもさ、桜の歌とかあるじゃない？だから桜の歌も、じゃあ春なの？春でしょ。桜って春なの？桜は春でしょ。桜ってでも、だいたい4月の1、2、3ぐらいには散るのよ。春ってどっからどこまで？ 3月から春じゃない？早春だわ。早春って何？それは月見ちゃん早春だわ。早春って。3月はまだちょっと冬よ。4月くらいが4月から春よ。でもじゃあ卒業は卒業冬。冬なの？入学が春でしょ。寒いのまだ。春、なんか言うじゃない？春は別れの季節みたいな。それは、その、出会いの季節ね。いや、出会いもあれば別れもあれば出会いもあるみたいな。言うじゃん。じゃあ何なの春の歌って。私に教えてよ。春の歌よ。何？教えて。私知らないわ、春の歌。いや、だから、スピッツの春の歌？春の歌って歌あるよね。春の歌。何言ってんの？春の歌は春の歌って。なんか鏡の中の世界ずっと見てるみたいな感じよ。鏡の中に鏡があってみたいな、なんか。すごい悔しいわ、なんか。いや、でもそうじゃない？いや、春の歌に、春の歌ってつける人の心境がよくわかんないわよ。それはスピッツに聞いてよ。なんだろう。ラブソングにラブソングってつける人もいるじゃない。いるよ。それと同じよ。ビーズっていう歌手、私好きなんだけど。ビーズさんっていう歌手がいるんだけど、すごい私好きなんだけど、その人たち、普通の歌手とかはね、みんな、ラブソングっていう歌で住んでんのに、ビーズさん、スーパーラブソングっていう曲だじゃん。ラブソング超えちゃってんの。すごくない？それと同じぐらいの衝撃よ、春の歌は。いいじゃない。いや、それはもうほんと月見ちゃんが歌出して、月見の歌って言ってるのと一緒。そうね。それと一緒よ。ラブソングといえば、スーパーラブソングみたいな。まあ、スーパーラブソングといえばスーパーラブソング、春の歌といえば春の歌。でも結構怒られると思うわよ。怒られるかな？春の歌といえばって言って、スピッツの春の歌ですって言ったら、ふざけんのやめてください。ふざけてないわよ。何もふざけていい歌じゃない。なんか一休さんみたいな、トンチみたいなこと言ってきて。トンチじゃないのよ、もう。やめてよ。私、ちょっと話になんない。今日に限っては私の方が。怒ったの？もう、本当にプンプンよ。まあ、プンプンっていうのもどうかなと思うけど。反省して。帰んの？帰るわよ。そこで、明日までに、春の歌あと10個、あげといて。宿題？もちろん。
ピーちゃんさ、何？団子ちゃんってどう思まあ、そうだね。よくわかんないけど。う？だよね。うん。私もさ、何言ってるか分かんない時結構あるんだよね。まあね、でも、そこがまああの子のいいところな感じもするけど。でも、変だよね。でもさ、なんだかんだでさ、うん。月見も付き合ってんじゃん。もう、友達いないからね。それだけかな。え？なんか楽しそうじゃん。まあ、嫌いじゃないっていうか。なんか俺はいいコンビだと思うけどね。だって実際、二人以外みんな帰ってるし。確かに。一応誘ってはいるんだよ。他の子たちも。一人じゃ嫌だから、団子ちゃんと二人っきりは。だからそういう意味では団子ちゃんに会うのも、うん。月見しかいないのかもね。そっか。うん。大事にしないとね、団子ちゃんのこと。まあ、そうだね。大事にしすぎると危ない存在かもしれないけどね。なんか調子に乗りそうな感じはあるけど。難しいな。だけどまあ今の月見にとっては、いいんじゃない？そっか。うん。ちょっとなんか、いろいろ考えちゃったんだよね。団子ちゃんのことを。まあもうそんな。好きじゃん。え？そんな考えてんの。まあじゃああんま考えないようにするよ。ちょっと付き合い変わっちゃいそうだし。ほら、そうすればするほど考えるんだよ、人間っていうのは。いや、考えないようにする。もう、団子ちゃんのことは。ちょっとそれ、普通の好き超えてない？それ。いやいやいや、超えてない、超えてない。そういうことじゃなくて。あ、そまあ、たまには早く帰ってきたいんだよねっていうの。でも無理よ。あの子帰んないもん。そうね、帰んないんだよね。なんで帰んないのかな。家、あるのかな？確かに。それぐらい団子ちゃんの家行ったことないの。そうなんだよね。かたくなに帰らないもんね。謎だよね。謎だね。団子ちゃんって。今度呼んだら家。そうね。うん。一回呼ぶか。来なそうだけど。ちょっと呼んでみるわ。うん。団子ちゃんね。ほら、また団子ちゃんのこと考えてんじゃん。